本日はお忙しい中、わざわざ渋谷までお出ましいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速、始めさせていただきます。まず結論と要約です。2015年は6期連続で開示予想を達成し、過去最高業績を更新いたしました。営業利益は148億円。戦略投資を加速させつつ、対前年 14.5% の増益となりました。総還元成功 50% の方針により、自己株式取得の枠は 22.4 億円となります。後ほど詳しくご説明いたしますが、この枠内で自己株式の取得を行ってまいります。続きまして各セグメントの状況です。ネットインフラは 20% 増収、 19.9% の減益となりました。これは民ネの積極プロモーションを行ったことによるものです。ネット証券は 61% 増益となりました。FX 取引高は4年連続世界1位となっております。ネット広告・メディア事業は 14.9% の増収、 38.9% の減益となりました。これは主にテクノロジーシフトの戦略投資を行ったことによるものです。新しい自社商材も育ってきております。引き続き強化を続けてまいります。モバイルエンターテインメントは赤字幅こそ小さくなっているものの、黒字化には至っておりません。完全内製化によりノウハウは蓄積されておりますので、淡々とヒットタイトルを狙ってまいります。さて、繰り返しとなりますが、2015年も強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針で事業を進めてまいりました。ご覧いただいておりますのは PL のサマリーです。最終利益はクリックホールディングス株式の売却により2回の上方修正を行いました。こちらの上方修正を含め、いずれの項目も開示予想を達成しております。そして2016年今期の業績予想はご覧の通りです。営業利益は 11.5% 増益の165億円。既存事業のモメンタムが好調なことに加え、2015年の戦略投資が実を結ぶことを期待しております。なお、最終利益はクリックホールディングスの売却益がなくなるため、通常の水準となります。続きまして配当の状況です。2015年は配当成功 33% 以上とする基本方針に基づき、本日増配のリリースをさせていただきました。こちらを含め3度の増配があり、年間配当は38円とさせていただきました。今期2016年は20円とさせていただく予定です。さて、総還元成功 50% に基づく自己株式の取得枠についてです。2015年の最終利益 134.1 億円の 50% である67億円余りを株主の皆様に還元をさせていただきます。このうち配当総額は 44.7 億円でしたので、
残りの 22.4 億円が自己株式取得の枠となります。この枠内で明日2月9日から12月30日までの期間に自己株式の取得を行ってまいります。一般的な総還元成功の定義とは多少異なりますが、取得の原資が確定してから実行するというもので、より保守的であると考えております。続きまして、通期の決算概要です。ご覧いただいておりますページは、連結の四半期業績推移です。青が売上、水色が営業利益、オレンジ色が今期の戦略投資になります。この戦略投資を2016年以降の持続的な成長につなげてまいります。続きまして、セグメント別の四半期売上推移となります。4期連続安定して売上高300億円を超えるようになってまいりました。インフラの持続的な成長をベースに好調に推移をいたしております。こちらはセグメント別の四半期利益の推移です。対前年で見ると減益となっておりますが、好調が続く証券の利益を再配分し、ミンネなど戦略投資を加速させたことによるものです。各セグメントの状況については後ほどご説明いたします。以上が決算概要となります。PL のサマリーはご覧のようになっております。続きまして BS のサマリーです。ご参考までに GMO クリックホールディングスのバランスシートを一番右に記載しております。自己資本は400億近くになっており、大きく改善いたしております。前回に引き続き、当社グループの上場企業時価総額と持ち分相当額についてまとめてございます。私どもの上場戦略は、関わる人々の能力を最大限発揮させるということが主眼でございまして、決して含み益が目的ではございませんが、GMO インターネットグループ時価総額は、現在5000飛び65億、当 GMO インターネットの持ち分相当額の時価は2000飛び60億円となっております。続きましてキャッシュフローの状況です。ご参考までにこちらも GMO クリックホールディングスのキャッシュフローを一番右に記載いたしております。営業キャッシュフローがマイナスになってございますが、証券事業における顧客資産の拡大によるものです。また、投資キャッシュフローはクリックホールディングス株式売却などがあり、プラスとなっております。さて、続きましてグループのトピックスです。まず、当社の4つの事業領域を俯瞰した図をご覧ください。左上から20年前より開始いたしておりますネットインフラ事業、18年前より開始いたしておりますネット広告メディア事業、ちょうど10年前より開始しておりますネット証券事業、そしてスマートフォンの流れとともにスタートいたしましたモバイルエンターテインメント事業です。インフラの契約件数、メディアのスマホユーザー、証券の口座数など顧客基盤が順調に拡大していることをご覧いただけると思います。そして私ども GMO インターネットグループのグループスタッフ数総数4600名でございます。私どもの本質的な強みはこのうち約 42%、約2000名近くがインターネット専門のプロフェッショナルエンジニアクリエイター集団であることです。
ご提供しているすべてのサービスをゼロからスクラッチで作らせていただいております。結果といたしまして、満足度高いプロダクト、スピードの速いサポート、顧客満足度を高める仕組みがこの作る人比率でございます。この比率現在 42% でございますが、50% 以上まで高めることを近いうちの目標といたしております。1995年にインターネット事業に参入してちょうど昨年12月で20年経過いたしました。インターネットのインフラ、サービスインフラを自らの手で開発、販売、そしてサポートし、今後もこの方針は変えない方向です。次から各セグメントの状況になっております。こちらはネットインフラ事業の構成です。すべての領域におきまして、顧客シェアナンバーワンになっております。こちらはネットインフラ事業の四半期の業績推移です。ミンネのプロモーションを対前四半期 2.5 億円積みましたこともあり、減益となっております。こちらは各インフラ商材の四半期売上推移です。EC 決済を中心に売上の拡大が続いております。ネットインフラの契約件数は12月末で641万件を突破いたしました。こちらには接続事業、いわゆるアクセス事業の35万会員を含んでおりませんので、アクセスを加味いたしますと676万件でございます。私どもグループのこのインフラの商材の新規の申し込み件数でございますが、現在年間60万件を突破しております。月間5万件、デイリーで新規で1500件のサービスの申し込みがあるというスピードでございます。そしてこれらの大部分のご契約がストック型の収益であり、長期にわたる安定的な収益基盤となっております。今から20年前ですが、私がネット事業に参入した際に、インターネットのなくならない領域、すなわちインフラの領域ですね、かけるストック型の商材という視点で、現在のプロダクトを一から構築してまいりました。20年経った今、これが非常に私どもの力の源になっているということをご理解いただけると思います。さて、2015年は強いところはより強くの基本方針のもと、GMO ペパボが提供するミンネに戦略投資を行いました。通期合計で約15億円の投資を行い、主にテレビ CM とウェブ広告を中心としたプロモーションを実施しております。その結果、各 KPI は順調に推移し、国内ではハンドメイド領域におきまして圧倒的なナンバーワンのサービスとなっております。ハンドメイドの作品を作る作家様の数、その作品の数もともに国内ナンバーワンで、さらに拡大を続けております。ご覧の通り、流通額は対前四半期 33% 増の 16.8 億円、通期で44億円となりました。2016年度は年間約100億円の流通額を目指しており、GMO ペパボの中核事業へと成長を続けております。私どもの決算発表の後、GMO ペパボの決算発表がございますので、社長の佐藤より詳しくご説明をさせていただきたいと思います。さて、続きましてネット証券事業です。こちらは四半期の業績推移です。FX の取引高が次のスライドショーでご紹介します通り、10から12月急減したものの、私どもの独自のシステムの優位性により、収益の落ち込みは限定的なものとすることができました。また、昨年3級でのれん償却が終了したこともあり、高水準な営業利益が継続いたしております。ご覧いただいておりますのは FX 取引高の推移です。4級はご説明いたしました通り減少しておりますが、足元は
活況を取り戻しております。そして2012年より4年連続で売買高年間世界第1位を達成いたしました。システムの企画、開発、保守、運用を自社で行うことにこだわり続け、多くのお客様にご支持いただいたことがこの結果に結びついているというふうに考えております。自ら作り続けるグループとしてここでも結果が出ているというふうに考えております。そして本日ですね、世界最速の新 FX システムのリリースをいたします。ご覧いただいております通り、機能がより大幅にパワーアップいたします。結果といたしまして、収益にも結びついてくるというふうに、収益増にも結びついてくるというふうに考えております。今後もお客様の多様なニーズにスピーディーに対応し、ユーザビリティに優れた金融サービスを提供し続けてまいります。さて、続きましてネット広告メディア事業のご説明をさせていただきます。ご覧いただいておりますのが四半期業績の推移です。売上は順調に推移をいたしております。一方、テクノロジーシフトへの投資に継続的に取り組んでおり、対前年増収減益となっております。ご覧いただいておりますのは四半期売上の推移です。ネット広告は運用型広告を中心に伸びているものの、収益性の改善が課題です。弱いところはナンバーワンの商材を持つを基本方針として、テクノロジーシフトを加速させ、自社商材の強化に引き続き取り組んでまいります。ご覧いただいておりますページは、広告メディアセグメントの主なグループ上場企業のサマリーとなります。GMO アドパートナーズはテクノロジーシフトへの人材投資に注力したこともあり、増収減益。投資の成果で自社商材も立ち上がり始めており、今後も継続してまいります。GMO テックは外部環境の変化がありましたが、増収増益の着地。本年度は自社開発力という強みを生かし、スマホ向けの新広告商材を強化してまいります。そして GMO リサーチは国内競争の激化、先行投資により増収減益の決算となっております。事業基盤である国内外のパネルを有効活用し、事業拡大につなげてまいります。そして GMO メディアは EC メディアが伸び、増収増益となっております。引き続き自社メディアの開発強化に努めてまいります。最後にモバイルエンターテインメント事業です。こちらは四半期の業績の推移です。外部タイトルの絞り込みを行い、完全内製化を完了いたしました。これにより減収となっておりますが、粗利率は改善をいたしております。内製化の完了はノウハウの内部蓄積を意味します。リリースを淡々と継続しており、ヒットタイトルの登場を待っている状況です。さて、続きまして本年度以降のグループ戦略についてご説明をさせていただきます。強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針は不変です。まず、この方針に基づき、金融決済領域のいわゆるフィンテック領域の進捗についてご報告をさせていただきます。昨年度は多くの大手金融機関様とのアライアンスを発表いたしました。まず、大和証券グループ様と GMO クリック証券の業務資本提携については、この3月末をめどに具体的な取り組み内容を発表させていただきたいと考えております。次に、青空銀行様と新たなネット銀行を開設する件も、引き続き基幹システムの概要やサービスの使用について検討を行っており、こちらは中期でしっかりとしたプランを策定しております。決定次第皆様にお伝えしたいと考えております。そして SMBC 様と GMO ペイメントゲートウェイの取り組みですが、新たに SMBC GMO ペイメント株式会社として
2月の2日、今月の2月の2日より営業を開始いたしました。GMO ペイメントゲートウェイが従来から提供しているセキュアで先進的な決済システムを SMBC 様のお客様向けにご提供いたします。ぜひご期待いただきたいと思います。さて、強いところはより強くの戦略のもと、先日発表いたしましたドットショップの獲得、今後の方針についてご説明をさせていただきます。まずこのドメインですが、簡単に、仕組みについて皆様にご説明をさせていただきます。世界中のインターネットの住所、アドレスともいえるドメインがどのように運用されているのかを整理してみたいと思います。このインターネットの住所、ドメインですが、ICANN というアメリカの非営利団体によって管理、運営をされております。真ん中の水色の組織、レジストリは、技術面、運営面において厳格な審査を受け、ICANN に認定された事業者のみがその資格を得ることができます。世界には370社ございまして、日本では当社グループの GMO ドメインレジストリを除くと数社しか存在をいたしません。.com や .net などの一つの住所ごとに一社が独占的に卸販売を行っているのがこのレジストリーでございます。そして一番下のグレーのレジストラは仕入れたドメイン、レジストリから仕入れたドメインを実際に販売する事業者でございます。ちょっと私の説明が回りくどいかもしれません。管理して認可しているところ、卸販売でございます。で、この販売の下に代理店がいっぱいあるというのが世界のドメインの販売網でございます。こちらは世界で200社ほどございます。その200社の下に数十数百、一社数十数百単位で代理店があるというわけでございます。当社ではお名前 .com や、ムームードメイン、デジロックのブランドで販売を行っているのがこの一番下の領域でございます。そしてこのドメインでございますが、皆さんインターネットね、本格的にスタートして20年以上経過しておりますが、なんとですね、GMO インターネットグループだけでも1日に5000、6000、7000という単位での登録があったり、あと世界ではですね、1日約10万件ぐらいまだ毎日コンスタントに売れてるんですね。なんと多い時には1日に30万件も世界中で登録あるんです。これが現在のドメインの状況でございます。で、この20年間淡々と増え続けているドメインは、全く時間の経過とともにその数が変わらない。むしろ年々数が増えているという状況でございます。さて、この20年間のインターネットの発展とともに多くのドメインが日々登録され、近年では .com、.net などの人気のある GTLD は真ん中の文字列が全部取られてしまっておりまして、短く覚えやすいという文字列が取得困難な状況となっております。昨今の新ドメインの自由化というのは、これがベースで行われたというわけでございます。この .com、.net の部分ですね。GTLD の一番このお尻の部分。この部分の自由化によって2012年から新しい文字列のドメイン名が世界中のレジストリ、さっきの真ん中ですね、卸業者から約1000件の申請が行われました。そして当社グループの GMO ドメインレジストリーでは、以前から皆様にご説明した地域名ドメインのドット東京をはじめとして、今回のドットショップなどを申請し、このドットショップに関しましては、8社いた競合、Google さんとか Amazon さんですね、を含む8社おられた競合からオークションで、気合で競り勝ちまして獲得することができました。世界中のジャイアント企業がいる中で、金額は4100ミリオン、約49億2000万円相当で獲得をいたしました。
皆様、絶対額が大変高額で驚かれるかもしれませんが、実はドメインは、私はもう極めて安かったというふうに考えておりまして、その理由はですね、ドメインは半永久的な運営の権利があるんです。なおかつ、ストックビジネスの源泉です。価格は私たちが勝手につけていいんですね。そしてこの取得費用でございますが、監査法人さんとミーティングをしておりますので、定額法で20年償却を予定いたしております。よって、この取得費用が業績に与える影響は限定的だと想定しています。サービス開始でございますが、現段階では本年度末を予定いたしております。私どもですが、このドットショップ、2010年からこの取得に関するロビー活動を全世界で実施してまいりました。ドットショップといえば GMO というアピールをこのドメインの業界に広めてまいったわけです。こちら、写真ちっちゃく出ておりますけれども、2010年の申請の際の決算資料です。私が韓国のロッテホテルにですね、ショッピングカートを引いて入場し、ロッテホテルでパーティーを開いたんですけども、ショッピングカートを引いて入場し、拙い英語でスピーチをしたことを、覚えております。さて、このドットショップに50億の投資を行った理由を整理させていただきました。まず、私どもグループから見ますと、ドットショップは世界に卸売りできる SSL、GMO グローバルサインに次ぐ2つ目の商材なんです。世界で私どもが広告宣伝を行うというふうに勘違いされている方いるかもしれませんが、世界にもすでに販売網がございます。ロシアの果てからですね、南アフリカ、それから南米、北米、ありとあらゆる場所に、中国、ありとあらゆる場所にもう販売業者がおりますので、そこに卸せばいいという商材でございます。したがって私どもそのものは大したマーケティングコストはかかりません。2番目にですね、ドメインってですね、真似されないんですね。どんなに素晴らしいプロダクトでも、アップルが iPhone を作ろうとも、ね、iPhone もどきが世界中ですぐ出てくるわけですよ。どんなに素晴らしい医薬品を開発しようとも、仮にそれが特許があろうとも、他国では似たような薬品がすぐに開発されるわけですよね。商売で、資本主義社会において、競合が出ないなんていうビジネスはないわけですよ。私も事業家やって、もうじき30年になりますけれども、今までも真似されないなんていう商材ないんですけど、ドットショップは、この新 GTL、このドメインは真似されないです、誰にも。世界独占商材なんですね。これが非常に、強みであります。しかも、真似されないがゆえに価格競争がないんですよ。はい。さらにですね、アラブの油田ですら枯渇するんですね。はい、掘り続けると。ドメインは枯渇しない。ストック型収入で一度ご契約すると毎年永遠に今のインターネットの仕組みが変わらない限り永遠に収入をもたらし、枯渇しないという。そんなプロダクト世の中にあるんでしょうかね。私は世界に卸売が割と簡単にできて、ストック型収入で永遠になくならないような商材はないと。もうこれ以外ありえないと。私ども GMO グローバルサインは、ね、世界7つの認証局のうちの一つです。ね、SSL、もうウェブサイト SSL 全張りっていう時代ですから、GMO グローバルサイン素晴らしいプロダクトだと思って、もう心から愛してやみませんけども、SSL ですら7社あるんですよ、世界に。これはないと。もうこれはもう本当に素晴らしい商材であると思います。はい。さらに、このドットショップはですね、どういう方がお取りになりたいかというと、EC やリアル店舗に関わる方が一番最初に関心を持つドメインです。EC やリアル店舗。ね、つまり、世界中の EC やリアル店舗でネットに関わりたいと思っている方の情報が世界で一番最初に我々のデータベースに飛び込んでくるわけですね。これはアップセル、あるいは様々なビジネスへの、大変強い、ね、きっかけになると考えております。そしてですね、最後に、これ自分たちで言うのはどうかと思うんですが、次に証拠をお見せしますけど、今回申請されている1000件のドメインの中で最も価値が高いドメインだと言われています。
その証拠をご説明させていただきたいと思います。これごめんなさい、世界のトップ10レジスト、私どもも8位に入ってますけど、世界のトップ10販売業者ですね、ご参考までにご覧ください。基本的に良い関係ができておりますので、彼らに卸すことによって、たくさん売ってくださるということです。はい、これはご参考までです。さて、ドットショップが1000件のドメインの中で一番価値があるというふうに考えている私どもの、論拠を2点ほど皆様にご説明させていただきます。こちらはですね、ユナイテッドドメインというヨーロッパ最大のドメイン事業者、ヨーロッパにおける GMO みたいな会社が発表した新ドメインのポテンシャルランキングです。これはドットコムで多く利用されている文字列、コムにおいてすでにショップ絡みの文字列ですね、や Google のグローバルサーチの数、あと Google における広告購入時の CPC の単価など、5つの評価基準により選定され、世界中から申請された1000件のドメインのうち、ショップがその結果最もポテンシャルが高いというふうに言われております。ここに URL つけておきましたので、詳しくお知りになりたい方はぜひご覧いただければと思います。ちなみにこのトップ10の中でですね、これ申請されたドメインなんですけども、このラブ、スポーツ、エコ、ブログなどはまだ申請されてオークション中、あるいは開始準備です。このワンとサイトはすでにスタートしてます。こちらが6ヶ月前、こちらが8ヶ月前です。で、ちなみにサイトとワンですが、6ヶ月でドメインというのはですね、価格に非常に販売が左右されます。もちろん安ければ数がかなりですし、高ければ出ないということなんですが、ちなみにサイトは37ドルで半年で9万件です。ワンは8ヶ月で5万件の登録があるというのがこちらのデータでございます。次にもう一つですね、これは同じくこのヨーロッパ最大のドメイン業者ユナイテッドドメインによるデータですが、発売前に彼らはドメインの事前登録数を受け付けてます。オープンになったら販売するよということで、関心のある人登録してねということをやってるわけですが、ご覧の通り、ドットウェブについてドットショップが約10万件で、もはや10万件欲しい方がここにいるというわけでございます。さて、次のページでございますが、こちらは皆様、ドットコムなど既存のドメインと、XYZ など新ドメインの登録数の多い上位2位の年間登録数を示したものです。こちらがコムネットの、累積登録数が1億2300万件、ドットネットが1561万件なんですけど、1年間平均410万件の登録がある。ドットネット52万件です。で、これは昔からある、20年前からのドメインですね。で、これがここ最近スタートした新ドメインです。XYZ トップ。XYZ は今回の新ドメインなんですが、もはやすでに100万件近く。ドットトップは、100万件を突破して106万件です。16ドル、14ドル。ですから、ショップがもう年間ですね、20から30万件、ありがとう、はい。年間20万から30万程度。これかなり保守的に見てますけど、このくらいの登録があるのは間違いないだろうというふうに考えております。はい。ということで、私たちが非常に強気であることですね。以前、私、ドットショップが取れたらいろんな意味でストロングバイですよと、アナリストさんに笑ってお話をしたことがあるんですが、本当にこれは将来性があるというふうに考えております。はい。ここでちょっとネットインフラ事業の優位性、革新的優位性についてまとめさせていただきます。私どもゼロから自ら作っているネットインフラ事業でございますが、レジストリ事業ですね。もう大変これは審査が厳しくて、通常なかなかレジストリにはなれないんですね。技術的にレベルが高くないとできないので。あと SSL も同じです。で、その2つの大変技術的に差別化されたサービスの製造元が私どもでございます。そして、この2つのサービスですが、全世界で半ば独占的に商材の管理運営をしております。そしてこのですね、レジストリと SSL 認証局、2つを同時に持っているプレイヤーは、世界広しといえども私どもだけでございます。
しかもこれは偶然ではなく、創業当初から意識的にこれらの分野に事業領域を広げてまいりました。SSL の認証局が2007年に参入し、ゼロから国内トップシェアでございます。レジストリー事業は2009年から準備を開始し、ようやく6年かけてショップの運営権を手に入れました。インターネット上の根本、根元の資源をグループ内に持つことにより、将来あらゆるネットサービスを展開する上で大きな競争優位性になると考えております。はい。国内ではドメイン、レジストリー、SSL ともにマーケットシェアナンバーワンを誇っております。海外においてはこの2つの商材を世界戦略商材と位置づけ、世界中の事業者へ卸販売を行い、日々ストック収益の源泉としてグループのさらなる成長につなげてまいります。さて、最後に海外戦略につきましてご説明をさせていただきまして締めたいと思います。国内で実績のあるナンバーワンの商材、インフラとか FX などのナンバーワン商材を世界で、直販するブランドがかねてからご説明しております Z.com でございます。Z.com とドットショップの立ち位置をちょっといろいろご質問を受けたりするんですが、ドットショップは世界に卸す商材、Z.com は自ら販売するプラットフォームですね。で、これは海外では GMO を使わず Z.com を使って展開してまいります。はい。Z.com の中でドットショップの販売は行います。そして自らのカート決済、SSL などのアップセルにつなげてまいりたいと思います。はい。この卸ビジネスと直販の両輪で世界展開を中長期で拡大させてまいります。現在、当社グループは世界17カ国43拠点に展開し、海外スタッフ数は足元で730名となっております。本日、タイのネットデザイン社のグループジョリン資本業務提携に関しまして、先ほど基本合意の発表をさせていただいております。ミャンマーもしかり、ベトナムもしかりですが、現地の有力企業との資本業務提携により、Z.com ブランドによるドメイン、ホスティング、クラウド事業を早期に立ち上げてまいります。この Z.com ブランドにおいても、ドットショップを直販の戦略商材の一つとして、カート SSL 決済のアップセールの起点と位置づけ、積極的に取り組んでまいります。ちょっと待ってね。はい。前のページ戻してくれ。はい。ですね。まず FX に関しましては、香港、Z.com フォレックスというふうに社名変更を行いまして、サービス名の変更を行いまして、昨年秋にスタートしております。イギリスもしかりです。あと、インフラ系は、この黄色の場所ですけれども、ミャンマー、シンガポール、ベトナムでスタートしております。タイは今回の資本業務提携をベースにスタートいたします。はい。これが Z.com の展開でございます。この海外売上高比率でございますが、順調に伸ばしておりますものの、まだまだグループ全体、今クォーターで100億の売上からすると、まだ 4%、4億円ぐらいでございます。伸びてはいるものの、このパーセンテージ大変低いので、時期はまだ明確にちょっとご説明できませんが、気合としてはなるべく早くですね、50、50、つまり海外売上高 50% の企業グループになりたいと思っております。今日発表いたしましたタイの人口、あとミャンマーの人口、あとベトナムの人口を合わせるとちょうど2億人でございます。しかも人口ピラミッドは日本と真逆で、若年層が多い正三角形に近い人口層でございます。日本は GDP も非常に大きく、1億2000万の人口がありますけれども、皆様ご承知の通り人口は減少モードです。このようにアジアの展開を進めることによって、その人口を上に乗せて我々の最高のパーツを、アジア中に広め、中長期の成長を確保しようというのがこの戦略でございます。はい。以上、長くなりました。インターネット事業を開始してから、おかげさまでちょうど20年を迎えることができました。改めましてご支援をいただいておりますお客様、株主の皆様、関わるステークホルダーの皆様に心から御礼を申し上げます。総還元成功の発表に合わせ自社株買いを開始することで、これまでのご支援にお応えしてまいります。本日はお忙しいところ、当社の本決算の説明会にご来場、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。すべての人にインターネット。